開幕1秒ぐらいでんみたいな、なんか知ってるぞこれみたいな、俺はこれを知ってるみたいな、おやおやってこれしかない続けね無限に続くんだけどバジリスクタイプバジリスクタイプ。なんで攻撃食らった瞬間に縦にできるようにしたの？いやいや、桜井様のことに文句言うな。関西から世界へ出向スマッシュクルー、イエーイ。はい、今回も始まりました、はい、モデレーターのシアです。 SG8 のコメです。同じく T です。はい、よろしくお願いします、ではですね、今回もですね、コロナウイルスのね、感染拡大防止のため皆さん自宅で撮影しております。テレ撮影です、元気ですか皆さん？ネタが1個しかない、この動きしかないなんだではですね、皆さん元気ということで、じゃあ今回のテーマに移りましょうか。亀先生教えて、シュルクの解説、イエーイ。はい、今回は完全に亀さんちょっとメインとなります。はい、はい、まあ、流れとしてはですね、コメさんが、まあ、立ち回りや、コンボ、小ネタなどあれば、さまざまちょっとシュルクのね、基礎的なものを教えていただいて、で、教えてもらった後ですね、T 君にちょっとシュルクをね、使ってもらいたいなと思います。はいはい、そんな感じの流れです。いいだろう。シルクは難しいで有名だけど大丈夫かな？大丈夫ですか先生？任せてくださいよ。任せますか？安心して。安心します。はい、シュルクの解説よろしくお願いします。じゃあ、ですね、コメさん、ちょっとでコメントでもですね、それぞれですね、キャラを選んだきっかけを教えてほしいっていうことがコメントであったんですけど、シュルクを、選んだきっかけを教えてもらってもいいでしょうか？ういっす、はい、まあそうね、もともとシルクの原作のゼノブレードが好きで、ぶっちゃけ来るとは思ってなかったんですよ。当時は正直マイナーでもないけど、そんなになんかビッグタイトルじゃなかったから。で、スマッシュ4ですね、前作のなんか参戦 PV をさ、やっぱアップされるたびにみんな盛り上がるじゃないですか。盛り上がるね。で、そう、シルクのやつ見て、開幕1秒ぐらいでみたいな、なんか知ってるぞこれみたいな、俺はこれを知ってるみたいな、おやおやって原作ファンだらね、もうピンときちゃうからね。そう、いっちゃん最初にそうゼノブレードのステージ、よく見知ったステージ来て、なんかこうしてこれしてで、もうとりあえずもうこの時点で9割方はもうこれ使うしかねえってなって、で PV 見てかっこいいじゃん。かっこいいね。かっこいいから、もうこれとりあえず触ってみようってなって、で、3DS 発売されて、初日にシルク触ってみたら、まあ、ね、楽しい。楽しかった。まあ楽しい。やっぱね、やっぱ男の子はね、ステータス変化系にちょっと弱い。なんか最上位でもよくあるじゃないですか、参戦大好きなキャラ参戦待ってたけど、いざ触ってみると、なんか全然馴染まなかったとか。そういうのなかった？いや、俺はそもそもなんて言うんだろう、スマブラに本格的に手をつけたのが、前作のスマブラ4からで、手に馴染むというよりもうこれが俺の中のスマブラみたいな。なるほど。そうそう、シルクがスマブラのスタンダードだから俺からしたら他のキャラの方がとてつもなく使いづらい。だから使いづらいとかはなかった。スマブラがそういうゲームって感じ。なるほどね。そう巡り巡ってなんかシルクを使う体になってる。それくらいだからシルクが好きってことよね。大好きだね。そうもうキャラも好きだし、原作も好きだし、キャラ性能も好きだし、嫌いな要素なしみたいな。文句なし。文句なし。そう。はい。ゼノブレイド大好き、原作大好き。もうシルク以外使えねえ。いや最上位だから。最上位。誰でも使える俺は。クラウドがちょっと頭に。クラウド。興味ないね。読み合いをしろ。米クラウドひどいぞお前。ちょっと宣伝、この機会に宣伝させていただきたいのが、ゼノブレイドリメイク版が
5月の29日に発売されます。これさんなんか社員だった社員のステマみたいな感じになってるステマ僕ね、そう前作から大会で優勝するたびに優勝のインタビューでゼノブレードを宣伝するっていうそう規則が俺の中で。僕まだゼノブレードやってないんですけど一言。いやー、お前人はい、はい、ではですね、コメさんに、シュルクの解説をしてもらうんですけれども、まずは立ち回り、どういう風に立ち回っていくのでしょうか。まあ、昨日じゃねえわ前回の、動画でちょっと言ったと思うんだけど、基本的にリーチが広いからシルクの攻撃の性能が大体全部リーチが広い代わりに発生が遅いっていう性質を持ってて、でなおかつ大振りっていう性質なんだよね。発生遅くて大振りでリーチは長いっていうことから考えて、こういう風にインファイトで殴り合うのは正直弱い。なんでかって言ったら発生で負けてるから相手が例えばこういう状況でつかみもあるし、多分空前とか追いてきたら多分発生で負けるんだよね。そうねこれ。そうそうそう。発生は何プレ15。あ、遅いね。15、シルクの攻撃全部入れても、まあ、弱は除いたら全部10フレーム以上なんだよ。あれエアスラッシュはエアスラッシュ中。あ、そうなんだ。そう下標持ち10フレームって結構遅いよね、キー君。わからんか遅いね。そう遅い。パック挽回ではさすがに、ね、そう一般的には遅い。そう発生は遅いから、つまり相手の攻撃が当たっちゃう間合いでこっちも攻撃出そうとしたら大体負けるんだよ。だからこういうところ、そうそうそう、こういうところで一斉のそれ、一斉ので、はい、はい、これね、実は俺ちょっとズルしてちょっと早めに俺が動いたんだけど、それでも負けたからまあロボットの空前は早いからね。まあまあまあ、そうそうそう、まあそれも踏まえてもそう、まあ、要は相手の間合いの中で戦うと大体負けるってなると、やっぱりリーチが長いのも相まって相手に攻撃を振らせて、で攻撃範囲の外から、そうそうそう、こうね、そうそうそう、この辺から一斉ので、はい、こんな感じそうっていうのが基本。まあ相手に攻めさせるってことだよね。そう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 、相手に攻めさせて、まあ、攻撃を振らせて、そこの後付けをリーチ差で狩る。シルクはあれなの、なんか自分から攻めるのはじゃあ弱いの？弱いらしいです。まあ、だから基本的にはそう相手に攻撃振らせてそこを狩るっていう戦い方で、ただそういう狩り方すると何が困るかっていうと、火力が稼げないんだよ。単発でしか取れないから、こういう風に。じゃあどこで取るかっていうと、何かしらを当てた時って、こういう時って、まあ、空中ジャンプをするか受け身を取るかが基本なんだよね。でそこでジャンプした時とか受け身した時とかに、まあなんていうか、こういう風にこの時って空中ジャンプした時ってシルクが明確に有利状況なんでね。だってこういう風にリーチで勝てるから、で相手は絶対落下してくるから、要はその落下してくる先に技を先に置いとけば発生の遅さって気にならなくなるわけ。そうだからそういう風な何かしらを引っ掛けて有利状況を作ってから、その後のその発生の遅さをカバーした有利状況の中で連続で攻撃を当て続けて勝ちを取るって感じ。明確にそのなんていうの、確定コンボみたいなのは実はあんまりない。そうよく難しいって言われるのが、多分普通に戦おうとして普通にこういう風に戦おうとして発生の遅さで潰されるのが多分難しいって言われる要因だと思う。ちなみに何の技を主に振りますか？立ち回りで。立ち回りで主に振る技は空前。これが強い一番。攻める時も守る時もこれが一番。発生がまあ早めなんだよ。15なんだけど15フレームって結構早いんだよ、シルクの中で。あとはまあ引く時は空母、これは発生遅いけど単純にね、見た目通りリーチが長い、たださっきの相手の攻撃の外から技を当てるっていうのがしやすい、で火力取りたい時は 2N、これは着地隙がまあ短いで、当てた後の展開がいいからさっき言った着地狩りっていう展開に移行しやすい。この3つをなんかあくまで相手の攻撃に合わせて動いて使い合わせるって感じ。なるほど。なるほど。結構空 N を軸に使うのかなと思ったら、空 N はこれはまあ強いけどね、これも普通に強いんだけど、スローで見たらよく見たら分かるんだけど、空 N って終わり際に足ほら無駄に足前に伸ばしてんだよ。なんかリンクキックみたいになってる。そう判定ねえのにそうなんか面白いね。そう
これね、いやまあほとんどの人は気づかないんだけど、気づいたかっシルク使いからしたらうん切実なんだよマジで。これへーだから空ゲルって終わりには判定めっちゃ伸びてて、そうた。伸びてるね。横足に当たってる。横にそうめちゃくちゃ伸びるんだよ。へーそうだからいや、間違いなく強いんだけど使いどころはむずい。ほんまやほんまや結構当たるへうんーこういうのも全部意識しないとダメで、そこら辺に普通に当たったりするからむずい。で、なるほどね一番大事なモナドの、はいあれ教えてほしい。モナドはまあフィーバータイムだよね。フィーバータイムが無限に続くんだよ。バジリスタイムだよね。マジリストタイプこれなんかどれを優先して使うとかあります？基本は質。困ったら質でいい。そう質があるときはとりあえず質でいい。なるほど。で有利状況だなっていう風なのがなんていうか自覚できたりちょっと感じ取れたら、それは火力が取れる。もしくは元気。あ飛びすぎや。でまあ復帰の時はとりあえずこれショー。うん。これもいろいろ使い方はあるんだけどショーは立ち回りで使わないの？使う使う。時はある。どういうキャラに使うかっていうと、シルク側から攻めないといけない時、攻めないといけない時って、質だけだとちょっとねむずいんだよ。結局その技の発生遅いから。じゃあどこでそのバリエーション出すかっていうと、ショーでその高さを変える。あと差し込みの距離が変わるんだよこれ。なるほど結構ばらけさせるというかそう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 、要はシルクってモナドアーツのニュートラルと質とショーで立ち回りの運動性能を変えて相手の間合い管理をぐちゃぐちゃにすると最初に言ったその相手の範囲の外から殴るっていうこっちの間合い管理がしやすくなるわけなるほどね。だからそういう風に相手の意識をごちゃ混ぜるために地上でショーは使ったりする。例えばさこういう時ってこっからだと殴れないじゃん。ニュートラルってこっからだと殴れないんだよ。ただショーにしたらここから届くようになって、そういうのを意識すると今度は相手が引くからラインが無料に手に入るみたいなそういう、ねことができるわけです。じゃあモナドアーツちょっと簡単にでもいいんで一つ一つちょっと解説お願いしていいですか？質は早い早い、早い。単純に速い。このゲーム速いキャラ強いからどのぐらい速いかっていうと全キャラ中ソニックの次ですね。ソニックの次に速いので、強いね単純に。なんか施設にするとなんかパーセントなんか自分が与えるダメージが少なくなるとかあると思うんですけど。そうね、与えるダメージは少なくなります。あとジャンプがすごい低くなる。ショートジャンプでこれだからウルフのブラスターとかで避けれない。ああ確かに大ジャンプでも上昇中に当たったりするから、そこは注意が必要なんだけど、単純に横が強くなるから強いですね。なるほど。でザンはこれだから何倍だっけ？倍率 1.4 倍。4。ただちなみにデメリットとしてこっちが食らうダメージの 1.3 倍になってるから、こっちがほんのちょっとだけ数字で考えたら有利なんだけど、食らうダメージこっちも増えてるからそこは注意が必要で、ショーは機動力がマジで強い。これだってステージの半分以上を一気に差し込めるから、これは本当にマジで強くて、急にここからこう来れるのはマジでそう本当に強い。あと落下速度が速くなるんだよね、正味。だから復帰阻止の時とか浮かされて着地がれの展開になっちゃった時とかにこうやってこうなった時に本当やったらちょっと困るんだけど、ショーにすることで急に落下速度変えれる。わかるかなこれそう。いやわかる。そう落下速度を変えれるんだよねいきなり。だから相手は復帰の着地狩りがしづらいすごい。っていうのが生きたりする。あとは単純に復帰の距離が伸びるし移動力も増えるから復帰する時もシルクって下に潜ったらこれしかないんだよ。だから通常でやろうとすると狩られるんだよ。これ途中で本当は掴まないし顔出してたりするしでちょっとむずい技なんだけど、こういう時も途中でショーにすることでタイミングをちょっと変えれたりする。こんな感じでそういうので復帰のタイミングずらしたりする。困ってます私。いろいろ変えれる。復帰かれません。ショーやとどこの位置まで復帰できる？ちなみに多分ここまで行っても変えれる。
えダメでしょこれ帰ってきシルクすぎでしょ。はそう四隅まで行けるマジで。ほんまに四隅やね。いやまあ死ななければ絶対帰ってこれるっていうと正確に言えばジャンプがあれば、ジャンプがあればなるほど。ジャンプがあれば、はいはいはいジャンプさえ狩られなければ距離的には絶対帰ってこれる。なるほどねジャンプがあってショーがあればや、なるほどなるほそうど。次は劇。劇は説明不要。何回も見て説明不要説明不要ダメだろこれ。左に。飛ばすはいおしまい。これ何倍とかある？何倍かね、いやあったけど俺知らないな、気にしたことないわ。気にしなくていいレベルで飛ぶと。飛ぶよ。だってこれ死ぬんじゃないの？えさあ死ぬんじゃない？さあ全ホールド。余裕余裕。まあ一番ワッショイしてる。これダメじゃないですかこれ。そうシルクのアーツはダメですね基本的にお祭り開催してるんだけど、まあ一番みこしが高い。一番ワッショイしてる。一番わし。まあただあれよね。自分も吹っ飛ばしがあ、そうねでかく。なるっていうデメリット。こっちも多分 40% ぐらいで死ぬんじゃない？ 30% ぐらいで死ぬ。死ぬかな。多分絶対死ぬわこれ。なんでホールドせんの？印象操作ですか？印象操作ですか T さん。ちょっといやフルホールドしたら死ぬんだって。うんあ、ほんと。そうそう30% で今普通に撃墜したね。そう。まあ要するにお互いサドンデスみたいな状態になる。でもそのサドンデス状態がシルクの有利状況で絶対出てくるんだよね。そう。これの強みはそうおっしゃる通りで、自分が好きなタイミングでサドンデスを始めれる。こういう状況ね、こういう状況。そう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 。これどうするこれ。これどうするこういう状況で撃墜したらもうそうね。盾はね、まあまあその名の通り盾ですよ。ああ、余裕。あー余裕余裕。守る？守る。守る？撃墜される方法って逆にある？単純に盾の時って機動力落ちてるからこれでまあ知らないんだけど、その後って起訴されたら普通に罪状況っぽいんだよ。あはいはいはいあ、帰ってくる。まあまあまあ今のはピークが下手やったから帰れたんだけど、そうあとあれだね、コンボとか確定コンボ食らう時とかに盾これ盾でなんかそうねなんで攻撃食らった瞬間に盾にできるようにしたの？いやいや桜井様のことに文句言うな。お前密告するぞお前桜井様に。これちょっと捕まして捕まして。あこれはできない。これはできない。梅地は無理だよ。あ、梅は無理なんだ。はい、やるか。ああ、守る。はい、以上です。っていうことやね。以上です。はい、じゃあありがとう。はいものはじゃあこんなもんかな。はい、次。コンボ紹介なんかあれば。コンボまあほぼないんだけモナの使ってもいいど、よ。下投げ、下これだよね。これ精神的にマジで、いや、きつい、これ。このコンこれはねこれは嫌やね。そうダメージやばいもん。重い。ボ。何パーこれ。これとか下行とかああ、60。あー26だったから32枚。なんで32%も入んねん。残高です。下投げこれ、強いね、本当に。まあ、やっぱテーパーの時はこれを積極的に狙うって感じかな。いややめた方がいい。やめた方がいいんだ。いややればわかると思うけど、いや結局最初の話に毎回戻るんだけど、シルクって密着弱いんだよ本当に。密着じゃんこれ。そうそうだね。そう確かにだから投げが通るような状況をちゃんと作ってからじゃないとつかめないそもそも。まあただこんな感じのコンボがあるよと。そうこういう狙えるなら狙おう。そうまあコンボとかコンボか。質から質の時は空前から空前が違う空 N から空前がつながる。まあけどここら辺はまあコンボっていうより着地狩りの一環で考えるから。普通にこれ別に最大リターンでもない、なんかリターン的にも全然美味しくないし、普通に卓のうちの一つとして使う感じかな。他はないです。まあ基本的にじゃあコンボはないということで。そうね。はい、ではですね、T 君のシュルク、はい私のペロスサムスで、使用していこうと思います。はい、米さんまず何したらいいですか、ゼロ様に。とりあえず質、質アーツを質、スピードに変える。はい、 OK。まあ、こっちもね、速さは結構ね、来た。ある方なんで。はい、で、どうしたらいい？で、対戦相手をよく見て、はい、よく見る。対戦相手の攻撃を振らせる。振らせる。それをガード。
エアスラッシュ、そう。優しい、よし。あ、なくなっちゃった。どうしたらいい？ショーはね、使わん方がいい。クラウダメージ 1.4 倍だよ、今。マジで強い。そう、バスターでいい。バスターよし。はい。そう、今みたいに相手が空エルで差し込んでくると、ちょっと上投げは教えてもらってなかったな。引きながら動きは。引きながら OK。はい。そう。待って、今みたいな。そんな感じ、そんな感じ。あ、でもこれ半角ライアルだ。ガーキャンベビー。ガーキャンエースラ。うまく使っていけ。ええやんけ。やろう。ああ、どうしたらいい？それはね、頑張る許された。頑張る。ジャンプ潰されたら、一気に取る。なるほど。あ、足つかない。エースラ。エスラいいね。もうこれもう劇でしょ。いやー、まだ足りん。ほら危ねえ。ほらおい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 。おいおい。これが、パックこれがシルマンだろ。クですよ。パックマンの振シルクり方や。最強。あ、ちょっとショーは違うんだった。いや、もう使っていいよ。質ですね。おもろいだろ、ショー。質が面白いこれ。俺最強でしょ。それ対応できない人は永遠に対応できないから。俺も対応できてない。嘘をつくな。ああ、立て立てこうか。本当だ、さっきの盾だね。いや難しいよ初心者には。ゼロサムでできなかったらもう誰もできない。ゼロサムが一番簡単。うまい。いいよこれ。お、それうまい。振り方うまい。はい、ごめん。こ難しい。攻める。私は攻めたらいいんだね。そうだよ。攻めることがいい。基本はそう、シルク側は引くかガードするかでディフェンシブに戦う方がいい。で、そう、技何か引っ掛けた後は、まあそういう感じでなんか着地狩りででかい一発になって。ああ強いこれ本当に。はい。おっおお。ちなみにあそこは撃にして空輸してたから死んでた。ああ先生の添削。先生。検索する。コミ添削。先あああのなるほどね。それは強い。確かに。縦状態で一回吹っ飛ばしたいんだよな。前作のアベッジかな。これ。おおこっち。ああ縦。盾。これああなんだこれ。当たるわけねえだろ。その技が当たるわけねえだろ。強い。他のキャラで使ってるさ縦にするっていう習慣ないからさ。縦ああない。ない。そうだから縦の使いどころはかなり選ばないとだ。そうね縦最後まで取っとかないと。そう大事なところで使えるように。普通に飛びすぎ。普通に撃墜なんだけど。ビクヘンミスってたわとはいえ強っ。うまい。ちゃんと半角は取った。半角。あちょっと待ってこれエイパそれ。エイパ。うわいけいけ。いな離せ。ヤンキー。ぶっ放せ。離せあああの状況弱いなシルク。あ質スピード。いや最後に決めてやるぜ。よいしょ。ほっ。ああガシャ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 。 B 連打しちゃう。 B 連打してたよ。混乱しちゃうこれ。ありがとうございました。はい。まあいい解説だったんじゃないでしょうか。です。はい、米先生ありがとうございました。ありがとうございました。より詳しく知りたい人は僕の配信に
シルクの全てが分かるっていう噂なんで、そうシルクの全てが分かる配信になっておりますので、シルクの身長は何センチですか180ぐらい。はい180ぐらい。ただね、シルクのこれで動画の基礎が分かったと思いますので、ぜひぜひシルク使いたいと思う人は参考にしていただきたいなと思います。ではでは今回のスマッシュクルーの動画ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではですね、今回のスマッシュクルー以上となります。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。これ何